皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一丁名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2025年2月17日に恵比寿のリキッドルームで開催されましたさえちゃんプロデュースの番外編お給仕の Day2 に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきたいと思います。2週間の間隔がありましたが、お給仕が近づくと前回の Day1 での感動と興奮が蘇ります。さすがにほぼ同じ演出とセトリかと思うのですが、前回が素晴らしすぎたこともあって、伏線回収が見事だった映画を改めて見るような感覚というか、思いっきり感動した映画をもう一度見るような感覚で、ワクワク感もありつつ安心感もあるというものすごく贅沢な状況でお給仕の日を迎えました。ただ結果的には私のこの前回に続いてのなんか生ぬるい予想はまたまた見事に覆されました。さえちゃんの無茶ぶり力というかプロデュース力を完全に見くびっていました。それもあって今回の動画もかなり長くなってしまうと思いますので、ところどころ飛ばしながらご視聴いただければと思います。前回の Day1 は前日入りしましたが、今回の Day2 は当日移動にしまして、お給仕当日の2月17日早朝に地元大阪から通勤ラッシュの電車に揉まれながら新大阪へ移動して、新幹線で東京へ向かいます。さえちゃんも Day1 が終わって落ち着いたのか、あーちゃんが張り切っているのか、雨は降らない予報になっていました。でもこの日本が世界に誇る天気予報もさえちゃんの前では通用しませんでした。その話は後ほど。東京に着いたのが11時過ぎぐらいで、今回も目黒にホテルを取っていましたので、まずチェックイン前に荷物をホテルに置いて、カレー好きの私としては目黒の近くで美味しそうなところをググって、ただカリーというカレー屋さんでキーマカレー辛口目玉焼きトッピングをいただきました。かなり本格的で美味しかったです。それで一旦会場を見ておこうと、昼過ぎ頃に恵比寿へ行ってリキッドルームへ向かうと、途中で知り合いのお名手様たちがたむろしていたので、一緒に話をしたりしていると、まさかと思いましたが、ポツポツと雨らしきものが顔に当たります。空を見るとリキッドルームを中心として暗雲が立ち込めてきます。周りは青空が見えてるんですが、まさにリキッドルームの上空を中心に雨雲が集まってきて、結構本格的に雨が降り出しました。さえちゃんの上機嫌の顔が浮かんでしまうのは仕方ないですよね。まだ物販に並ぶのは少し早かったのですが、雨なのでスタッフの方のご厚意で会場に入ったところの階段で待たせてもらうことになりました。なんと先頭です。14時を過ぎた頃には2階の物販ブース前で並ぶ形になり、今回も物販開始時刻の15時より15分前に開始してくれました。先頭で入場した物販ブースでブルーローズ T シャツとデラックスくじ10枚購入します。多分大当たりは上の方にあると踏んで、慎重に上の方から選んだくじの結果は、やっぱり上りはもちろんサイン入りグッズや特別なものは何も当たりませんでした。でも上りのキーホルダーが当たったのでよしとします。それで実はその後会場前に物販が空いていたので、また10枚引いてしまったのですが、同じような感じでした。身の程を知りました。それでホテルのチェックインがまだでしたので、一旦目黒まで行ってホテルにチェックインして、9時の成果を置いて再度恵比寿へ向かいます。今回も16時に近くの公園に集まって集合写真を撮ってもらいます。雨が止んでいてよかったです。それでいよいよ会場待ちで並びますが、今回のチケットは441番と前回とほぼ同じ感じでした。400番までは帝国で会場の建物の中で並べるのですが、それ以降は17時半くらいまで会場前にはいないでほしいとのことで、かなり寒くなってきた中、会場から離れて待機します。それで会場から少し遅れて建物に入り、ロッカーに MA1 ジャケットと荷物を預けて410番までの番号が呼ばれて会場に入ります。当然フロアはかなり埋まっていますので、今回は前回の経験を踏まえて後ろの段が高くなっているところにしました。下手美沙さん側の階段を上がったところ、PA の横くらいの位置です。お嬢様エリアは前回と同じく美沙さん側のかなり端っこの方でした。私がチョイスしたエリアあたりは知り合いのお名手様が固まっている感じでしたので、話しながら待つ感じになりました。入場が進んで前方のフロアがパンパンになっていくところを段の上から見ながら、今回も安室ちゃんの BGM を楽しみます。帝国の18時を珍しく10分くらい過ぎた頃、BGM が止んで大歓声が起こります。SE が始まって歓声と手拍子の中、前回と同じくリボンのマークのバックドロップのステージにバメさんたちが入場してきます。今回は遠いですがみんながバッチリ見えます。1曲目は前回と同じくパズル始まりだろうと待ち構えていると、なんとさえちゃんのボーカルから始まりました。さえちゃんプロデュースの Day2 の初っ端を飾る1曲目はなんと玉屋でした。
これは想定外でしたが、前回のレポートでラストは玉屋かな、マギーかなとか思ったとつぶやきましたが、それを聞き届けてくれたような、なんか嬉しい感じになりました。会場はイントロで大音量のおいおいのちゃんととジャンプで答えます。いきなりのお祭り騒ぎって感じになります。ちなみにミサさんは黄色のベースで、ミンチョはやっぱりシグネチャーモデルでした。今回はバッチリ見えるアーチャーのドラムを叩く姿がいきなり弾けてました。サビでは後方の高いところから見えるフロアのみんながジャンプしているところが圧巻でした。玉屋で始めるっていきなり激アツですし、最初から全力疾走する感じになりました。改めてですが、後方高めの位置からパンパンのフロアの向こうのステージに番目さんたちの姿をバッチリ拝めながら、踊りながらちゃんとしながら見て聞く玉屋は最高でした。踊り反省ってサイちゃんが歌ってくれてますしね。曲終わりで大興奮での歓声と拍手の中、続けての2曲目がなんとマギーでした。私の心と欲望が暴れてるんじゃないかと思ってしまいましたが、初っ端からの連続ジャンプ曲です。サイちゃんプロデュース恐るべしです。イントロで会場からの思いっきりのチャントが響きます。もうノリノリです。B メロでの手拍子からサビ前のサイちゃんのジャンプジャンプジャンプに促されて、サビでみんな思いっきりジャンプです。マギーのサビ気持ちいいですよね。2サビが終わって最高にノリノリになる C メロのサイちゃんのボーカルを聴いて、ミンチョのギターソロでは会場は大歓声になってました。それでラスサビ前の落ちメロで手拍子するところの小松さんのギターを弾く姿がかっこよかったです。それでラスサビでまた最高に盛り上がって、アウトロでの会場からの思いっきりのチャントとともに曲終わりとなります。ちょっと息が切れ気味の会場に響いてきたイントロは3曲目となるパズルでした。ここにパズル持ってくるかという驚きと、またパズルが弾けるという嬉しさと興奮で、かっこよすぎるイントロに聞き入ります。サイちゃんのボーカルが始まると同時に会場は全力での手拍子です。ギチギチのフロアのみんなの手が手拍子を打つのを見るのは気持ちいい感じがしました。ミンチョの独特なリフ、ミサさんのかっこいいベースライン、小本さんのリズムギターを弾きながらのしびれるバックボーカル、アーチャーのパウンアーシを見て聴きながら、サイちゃんのテクニカルなボーカルに聞き入ります。2メロが終わってギターソロ前の小本さんの重厚なリフは、音もギターを弾く姿も完全なギタリストです。そこから続くミンチョの味わい深いギターソロと、その直後の C メロでの小本さんのリズムギターの刻みが素晴らしかったです。思いっきり手拍子しながら見越えてしまいました。それで C メロでの盛り上げからブレイクしてのラスサビ、本当に素晴らしい構成の曲だと思います。曲終わりでもう会場は拍手と歓声で興奮マックスみたいになってました。続けての4曲目はなんとスピリットでした。2023年9月の金沢8ホール以来です。というか今となってはかなりのレア曲です。小畑さんがサイちゃんにスピリットって叫び出したいって作った歌詞だと言ってた曲ですね。実際サビ最後のサイちゃんのスピリットは最高にかっこよくて痺れます。それで2メロが終わって C メロになって、そこからミンチのギターソロになるわけですが、この時のアーチャーのドラムもものすごかったです。それでその後、ラスサビ前のミサさんのベースラインがものすごく味わい深くて大好きなところです。それでなんといってもアウトロでのミンチのギターが私的にはたまらない曲です。それをシグネチャーモデルで弾いてくれるミンチを見ながら聴けて大満足で曲終わりとなります。それで5曲目は多分あれやってくれるのかと思っていたら、期待通りミンチョの綺麗なアルペジオとサイちゃんのボーカルから始まりました。全です。イントロで会場は今回はほぼみんなおいおいのちゃんとで答えてたと思います。A メロでサイちゃんのボーカルに聴き入りながら、B メロで会場は手拍子で盛り上がります。それでアーチャーの素晴らしいドラムフィルからサビに入ると、会場は思いっきり手を挙げて興奮状態となります。感想でちゃんとして私的に大好きな 2A の演奏に集中して見て聴きました。すごかったです。最高です。2メロ終わりでのサイちゃんが歌い上げるところは本当に圧巻で、会場から大歓声が上がってました。それでそれに続けてのミンチョのギターソロです。もうかっこよすぎて会場も興奮状態みたいになってました。それでラスサビ冒頭でのあーちゃんのダン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 ってドラム叩くところと、大好きなミサさんのベースラインを堪能して、アウトロで思いっきりちゃんとして曲終わりとなって、会場は興奮のリズムみたいになります。会場からサイちゃんとかコワトーとかリサーとかミンチョとかの叫びがあって、私もあーちゃんって叫んでしまいました。しかしこの最初のセクション、一人変えてきすぎって驚きと感動と関心を覚えました。騒然としている会場に小本さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様やってまいりましたっぽーに会場からの大歓声が上がって最初の MC に入ります。
続けて小鳩さんの今年2回目のお給仕、さえちゃんプロデュースの番外編お給仕っぽーでまた大歓声となります。それで小鳩さんが、さすがさえちゃんプロデュースということでお天気がみたいに言ったので、さえちゃんに、何ですかさすがって、お前後で裏来いみたいに凄まれて、小鳩さんがキャー怖いっぽーみたいになって笑いが起きてました。いやいや、確かにさえちゃんさすがとしか言えない天気でしたし、仕方ないですよね。で、小鳩さんが楽屋で、確か天気予報晴れだったと思うのに雨降ったっぽねって言ったら、さえちゃんが、誰だと思ってんだって言われたって暴露してくれます。でも、さえちゃんは、私のせいじゃないけどね、みたいにとぼけてきます。それで、どうもフロアの前がかなり詰まっていたようで、小鳩さんが深呼吸できるぐらいにしましょう、ポーとか言って深呼吸するのですが、それがスッって感じだったので、さえちゃんから突っ込まれるという可愛いくだりがありました。それで久しぶりの小鳩さんの一歩ポーで後ろに下がらせようとします。さえちゃんは下がりなーとか言ってましたが、この一歩ポーって小鳩さんが言うときに会場もみんなで合唱するのはなかなか味わい深かったです。でも上から見てるとフロアの様子は多分あまり変化なかったような気がします。で、小鳩さんがご主人様お嬢様の安全が第一なので周りに気を使ってくださいっぽねみたいなことを言っていたと思います。それでいつもの小鳩さんの楽しむ準備はできてますかっぽーで会場から歓声が上がって、続けていつものフレーズに行くかと思ったら、さえちゃんから禅の話しないのって突っ込まれて中断します。それで禅をやりましたってさえちゃんが言って会場から拍手と歓声が上がります。小鳩さんがアニメ全集も7話が放映されましたっぽねみたいに言って、見た人って会場に聞いてきます。私もですがかなりの手が上がって嬉しがってました。それでさえちゃんが見てほしい本当に面白いんだよねとか言った時に、後ろであーちゃんがなんか叫んで、さえちゃんがガチオタ怖いとか言って会場から笑いが起きてました。小鳩さんもあーちゃんに聞いたら話が長くなるっぽーとか言って、さえちゃんがあーちゃんに自分の SNS でやってくださいみたいなさえちゃんらしいいじりを入れてました。それでさえちゃんが今日初めて全聞いた人いるって会場に聞いてくるのですが、私が見る限り1割くらいしか手が上がってなかったので、結構みんな Day1 も帰宅していたんだなと思いました。で、小鳩さんもそれに気づいたのか、1日目来た人って会場に聞いたら、私も含めやっぱり9割くらいの手が上がってましたので、さえちゃんが出席率いいねとか言って喜んでました。その時だったと思いますが、なぜかさえちゃんが生ぬるいとか言い出します。で、小鳩さんが佐伯様プロデュースだから盛り上げていくっぽねみたいなことを言った時に、会場からもっとかかってこいやーって叫び声が上がって、さえちゃんが覚悟しておけよとか言ってましたね。それでやっと小鳩さんが楽しい夜を皆さんと過ごしていきたいと思いますぽーっといつものフレーズに戻って、ようこそバンドメイドのお給仕へで次のセクションに入ります。MC 明けの6曲目は Day1 と同じく Letters to You でした。なんとなくこのセクションは同じセトリで行くのではと思ったのですが、そんな私の予想は合っているようで合っていないというか、さえちゃんのわがまま力の理解が足りませんでした。ステージは青い照明でスタートして、この Letters to You の爽やかで綺麗なイメージを演出しています。さえちゃんにスポットが当たって気持ちよさそうに歌うさえちゃんを照らします。今回はあちゃんがよく見えるので、大好きな B メロでのタムフレーズをバッチリ拝めました。サビでの綺麗なさえちゃんのボーカルを堪能して、2メロでの16ビートのハイハットからのタム回しも見て聞けて最高でした。あと私的に大好きな人女がピックを持つ手をグーな感じにしていくところも入れたので嬉しかったです。ミサさんのドライブ感バリバリのベースラインもすごかったです。続けての7曲目は The One ですね。照明が落ちてステージだけが暗いオレンジ色の照明で照らされます。確かここでミサさんがシグネチャーに持ち替えていたと思います。この曲も初っ端からのあーちゃんのフロアタムのフレーズがたまりませんし、人女のリフが素晴らしいですし、歌い上げるさえちゃんのボーカルと少し独特な感じの小鳩さんのハーモニーも痺れます。あと小鳩さんのリズムギターの刻みもかっこよかったです。でもミサさんのベースラインがやっぱり心にきます。本当にすごい曲だと思います。それで最後の落ちメロ終わりのラッサビ前から続くミンチョの綺麗なギターフレーズは素晴らしすぎます。曲終わりでさえちゃんのありがとう聞けました。8曲目はアネモネです。小鳩さんはアコギに持ち替えてます。ステージはオレンジ色の照明でさえちゃんがしっとり歌い始めます。小鳩さんのコーラスも綺麗でうっとりしながら聴き入ります。でも2メロからあーちゃんのドラムとミサさんのベースが激しくなって盛り上がっていくところは何回聴いてもたまりません。それでミンチョのギターソロは私的には昔大好きでよく聴いていたブライアン・アダムスを彷彿させる
綺麗で壮大な感じで本当に大好きなソロです。それで C メロからラスサビへの盛り上がるところのあーちゃんの激しいドラムを見て聴けて本当に至高でした。感動に包まれた会場に9曲目となるデイドリーミングが始まります。サイちゃんが気持ちよさそうに歌い始めます。この曲も私的トップ10に入り続けている曲ですので、もうステージで演奏して歌う晩目さんたちを見ながら、この曲を聴けるのは本当に幸せになります。2メロに入って大好きなアーチャーのタムワーチと16ビートのハイハットは本当にたまりません。それでミサリ終わりで最高のミンチョのギターソロです。ソロ終わりでの Daydreaming Dream of You は今回も会場からのシンガロングが響いてました。それで確かラスサビあたりだったと思うのですが、バラード的な曲なのにミンチョがめちゃくちゃ激しくピッキングするところが見れました。曲終わりでまたサイちゃんのありがとうをもらいましたね。ここでまた小畑さんがアコギに持ち替えて10曲目はページです。このセクションは Day1 と同じ瀬取りなので、待ち構えてよし来たって感じで受け入れ体制バッチリで聴けるので落ち着いて盛り上がれます。当然会場は最初から全力でのシンガロングです。ちょっとうるさかったくらいです。A メロ B メロをじっくりしっとり聴いて、サビではみんな手を挙げながらまたシンガロングです。大好きなミサさんのベースラインをミサさんを見ながら聴けましたし、本当に幸せな感覚になりました。それで C メロ後半のあーちゃんのスネアロールみたいなフレーズからのミンチョの味わい深いギターソロは最高です。この曲も曲終わりでサイちゃんがありがとうって言ってくれたと思います。ここでサイちゃんがみんなに言いたいことがあるのとか言い出します。あれ MC かな、なんか MC 早いなと思いましたが、続けてサイちゃんが私のわがまま1って言ってゲストをお呼びしますって満面の笑みで言ってきます。私も会場もゲストを誰って感じになったところにアンチェインの谷川さんがステージに出てこられます。実は私はアンチェインも谷川さんも存じてなかったのですが、この後サイちゃんと谷川さんから関係性を教えてもらいます。まずサイちゃんの私のわがまま1番外編だから谷川さんに来てもらっちゃったの叫びに会場から谷川さんみたいな歓声が上がったので、改めて小畑さんだったかサイちゃんがせーのみたいに言ったので、会場はさらに大声で谷川さんって返して大盛り上がりとなります。サイちゃんはニッコニコです。それで谷川さんが自己紹介的なことを話してくれるのですが、谷川さんはバンドメイドと同じレーベルでレーベルメイトだというようなことを言われてました。それでバンドメイドがデビューする前から知っていて長い付き合いとのことでした。それでなんかミンチョが目がハートみたいになってたので、サイちゃんがなんか話すみたいにミンチョに振ったら、ファンですって即答してましたね。どうも高校生の頃からのファンだったようで、泣きそうですみたいになってました。確か谷川さんもミンチョにリハーサルの時から泣いてたねみたいに言ってたと思います。で、小畑さんから推しが2人並んでるっぽねって言われて照れて、そうなんですみたいになってました。それで確かこの時に突然あーちゃんが、すみません、今水飲んだら谷川様って書いてあった的なことを言ってきて会場から笑いが起こります。このあーちゃんの空気読めない感は健在です。でもそれで場が和んで、さえちゃんがいいですかみたいに言って、谷川さんがいつでもいいよみたいに答えます。何かやるのかなと思ったら、みんなが配置について11曲目となるオークワードのイントロが演奏されます。Day1 でもこのオークワードをやってくれたわけですが、With Unchained 谷川さんというサイちゃんのわがままスペシャルバージョンです。谷川さんの綺麗で力強いアコギのフレーズに乗せて、サイちゃんが気持ちよさそうに嬉しそうに歌い出します。谷川さんもコーラスで歌ってくれるのですが、めちゃくちゃ綺麗なコーラスでびっくりしました。谷川さんのアコギの演奏もめちゃくちゃ上手くてすごかったです。確か2メロの冒頭は谷川さんが歌ってたような気がするのですが、谷川さんのボーカルが凄まじく、サイちゃんのキーでも全然問題なく歌える綺麗なハイトーンボイスで痺れました。それでギターソロの時にはミンチョが谷川さんのところに寄っていって一緒にギターを幸せそうに弾いている姿は見ているこっちも幸せな感覚になりましたね。会場も大盛り上がりでした。曲終わりで会場は当然大歓声となりますが、ステージ上もバンメさんたちがみんな感激している感じで、サイちゃんも最高だーみたいに言ってました。それで小本さんがバンドメイドの球児にゲストで誰かに来てもらうのって初めてっぽみたいに言っていたと思います。ということはまたまた超貴重なものを見て聞けたということですよね。本当に感激です。それで谷川さんが恐れ多いですねとか言ったので、小本さんだったかサイちゃんだったかが私たちが恐れ多いですって言ってましたね。それで谷川さんがこれで大丈夫なのかって思ったみたいに言ったので、サイちゃんが大丈夫どころじゃないよねみたいな感じになったので、会場からも大歓声が上がります。
で、小鳩さんが、さえちゃんのわがまま1が叶ったっぽねって言った時に、会場から、よかったねーって叫び声が上がったので、さえちゃんが、ありがとうって答えてました。それで、ミンチョが泣いてたみたいで、さえちゃんから、本当に泣いてるみたいに言われます。これまであーちゃんがすぐ泣くキャラだったと思いますが、最近はミンチョの方が泣いてるイメージありますね。それで谷川さんがここまで横でステージを見ていて、まだ演奏もおぼつかない感じだったのにすごくなったねみたいに監視されてました。で、とにかく晩目さんたちが浮ついている感じで見ていて微笑ましかったです。それでここでさえちゃんが、さっきはわがまま1って言ったじゃん。で、わがまま2があるとか言い出します。それでさえちゃんが邪魔な人たちはいなくなってみたいに4人をはけさせます。それで谷川さんとさえちゃんの2人だけがステージに残る感じになります。それで谷川さんがアンチェーンは今29年目だということを教えてくれて、以前20周年記念アルバムを作った時に小鳩さん作詞でさえちゃんにボーカル参加してもらった曲があるということで、その曲を披露してくれる形になります。そんな曲があるとは私的には全く知らなかったので、まだまだ勉強不足だと感じました。それで曲を始めようとした時にさえちゃんが、後ろの人見えないと思うんだけど、かなみちゃんが前で見てるんだよみたいに嬉しそうに教えてくれて、両手を上げて合唱したような感じで飛び跳ねて、存在をアピールしてくれるミンチョの後ろ姿が最高に可愛かったです。それで確か谷川さんが曲名を紹介してくれたと思うのですが、その時は分かりませんでした。後でわかる12曲目となるその曲はワンダーという曲でした。アコースティックバージョンということで、谷川さんのアコギのみでさえちゃんと谷川さんがデュエットのような感じで歌い上げます。谷川さんの迫力もあるものすごい綺麗なハイトーンボーカルがものすごかったですし、それに負けないさえちゃんのボーカルに聞き入りました。会場も本当に静かに聞き入る感じでした。著作権的なものがわからないので曲はバックに入れてませんが、聞いたことがない方は YouTube で聞けますのでぜひ聞いてみてください。後で私も YouTube で聞き直したのですが、めちゃくちゃいい曲でしたし、逆にさえちゃんのボーカリストとしてのものすごい成長も感じられました。曲終わりで大歓声と拍手です。本当に良かったです。さえちゃんも本当に満足げで満面の笑みでありがとうって言ってました。それでみんな戻ってきていいよってなってみんながステージに戻ってきます。ここまでも MC 的でしたが、一応ここからを MC とします。みんな興奮している感じでしたが、特にさえちゃんとミンチョが感極まっている感じで、涙出そうになるのこらえてたとか言ってたと思います。でもミンチョが一番興奮していて饒舌にいろいろ語ってたと思います。それでミンチョが9年前にアンチェーンのライブにゲストでさえちゃんが呼ばれて歌ったということを教えてくれます。さえちゃんは歌ったのはその時だけで今回で2回目でしたみたいなことを言ってくれます。ということはまたまた超貴重なものを見て聞けたということですよね。さえちゃんやってくれます。谷川さんもさえちゃんに対して出会った時とは別人みたいに言ってましたね。で、さえちゃんがどういう意味でですかねみたいに聞いたら谷川さんがいろんな意味でねとか言ったので会場から笑いが起きてました。確かにいろいろ変わったんでしょうね。で、最後にミンチョが本当に素敵でした、ありがとうございましたって言って谷川さんを送り出すのですが、谷川さんがアンチェーンという名前だけでも覚えて帰ってくださいみたいにお茶目なことを言ったので、会場は大歓声と割れんばかりの拍手で谷川さんを送り出します。谷川さんがいなくなったステージの晩目さんたちはまだ興奮状態でしたが、谷川さんがはけるときにあーちゃんが谷川さんとハイタッチしてたので、小本さんからみんなかしこまった感じになってるのにあーちゃんだけイエーイみたいになってたっぽーみたいな感じで突っ込んでました。あーちゃんもいつもの感じでやってからやべえってなったとか言ってましたね。あーちゃんらしい感じです。さえちゃんもあーちゃん考えてから行動してよみたいなこと言ってたと思います。それで小本さんが歌詞を書いたという話から、君は僕だけのものさって歌うのを聞けたって感動してました。さえちゃんにも言ってほしくて作ったみたいなことも言ってたと思います。それでさえちゃんがやっちゃいなよみたいに言っておまじないタイムに入ろうとします。確かあーちゃんかミンチョだったかがおまじないタイムになるのがありがたい、今日はありがたいとか言って、小本さんが今日はってなんだっぽ、いつもはありがたくないみたいっぽみたいに突っ込みます。確かにおまじないタイムの時に小本さん以外のメンバーは女子高生の休み時間みたいになるので、谷川さんの余韻を楽しみたい感じなんですかね。それでなぜかミンチョはずっとさえちゃんに抱きついてましたね。で、さえちゃんがみんなの気持ちを持ってこないとみたいに小本さんに言って、小本さんがいけるっぽみたいに会場に聞いてきたので、当然会場は大歓声で答えます。それでなんとか小本さんが小鳩のおまじないタイムって叫んで会場から大歓声が返っておまじないタイムに突入です。それで小本さんがちなみに今日が初めての人いるっぽって会場に聞いたら少しだけ手が上がったと思います。で、小本さんがおまじないタイムの説明をしてくれるのですが、案の定後ろの4人はキャハハーとか言って騒いでます。
小本さんがあーちゃん声がでかいっぽーとか注意したら、あーちゃんがごめんとか言ってましたね。で、小本さんは切り替えて、萌え萌えキュンキュンを始めます。会場からは大音量で返すのですが、あーちゃんの声がまだ聞こえるっぽーみたいになって、あーちゃんの声が聞こえないくらいの声が欲しいっぽーって言って、萌え萌えキュンキュンを続けます。それで、バーンメイとか、2025とか、アンチェーン、谷川さん、ありがとうぽーみたいに、また文章みたいなのもやって、最後はバーン名誉を何度かやって、最後の最後、生声で、バーンで、小本さんが来いよ来いよみたいに手で煽るので、バーンって返して、メイで、メイって返します。それで最後、ズキューン、バキューン、ドキューンで、何を言うのか忘れたのか一瞬間が空いて、これからもバンドメイドとアンチェインももっともっと最高の音楽やっていくっぽーで締めて、萌え萌えキューンにジャーンと楽器が鳴らされて大歓声とともに MC が終わりました。Day1 とはまた違うテイストの素晴らしい伝説的な MC が終わって後半戦開始です。後半戦最初となる13曲目は Day1 と同じく From Now On でした。ミサさんは黄色のベースを持ってました。やっぱり From Now On は曲の入りがかっこいいですし、あーちゃんのドラムフィルが迫力満点です。ミンチは上手のお立ち台に立ってシグネチャーモデルを口鳴らしてくれます。小田さんのリズムギターを弾く姿も本当にかっこいいです。それでミサさんがお立ち台に立ってスポットライトを浴びながらのベースソロ的なところはいつも大歓声が上がります。今回はステージがよく見えたので、あーちゃんの髪の毛を振り乱しての迫力のドラミングが堪能できました。本当にかっこいい曲ですし、ウィドさんたちの演奏力の凄さを再確認できる曲だと思います。曲終わりで大歓声となって、次もインストと分かっていたのですが、14曲目はなんとオンセットです。ここで Without Holding Back から変えてきました。この曲も私的トップ10に入り続けている曲です。まずはミサさんと小畑さんが前に出てきてギターを弾いてくれます。サビ的なフレーズの前のところでは会場はみんな手拍子です。っていうか会場はとにかくずっと手を挙げてたと思います。それでサビ的なところになってミンチョがお立ち台に立ってタッピングです。会場からは大歓声が上がります。2メロに入ったところのあーちゃんのタム回しは大好物ですので、あーちゃんをガン見してしまいました。それでミサさんのソロ的なところでお立ち台にスポットライトが当たって大歓声となります。その後のミンチョのソロではミンチョにスポットが当たって盛り上がって、久保田さんの見せ場になって、最後あーちゃんの短いドラムソロで締めるこのセクションは本当に素晴らしいです。会場からもちゃんとの大声が上がってました。最後は久保田さんとミンチョがお立ち台で演奏してましたが、ミサさんはお立ち台に足をかける感じでしたね。曲終わりの書き鳴らしで大歓声が上がる中、ミンチョがあーちゃんのところに寄ってきて、あーちゃんに、あーちゃん、生ぬるいのかーいみたいに叫びます。どうも前回はサイちゃんからミンチョに盛り上げてって言われて、あのビール一気飲みからの盛り上がっていけますかーがあったらしいのですが、今回はその役をあーちゃんが指名されていたみたいです。で、小本さんがどんな名言が出るっぽーって期待を膨らませます。それであーちゃんが、かかってこいこの野郎って叫んで会場は大歓声となります。またまた名言が生まれました。最高に盛り上がった会場に流れてきた15曲目は Get to the Top でした。ミンチは最初からお立ち台でギターを弾いてくれます。それでそれぞれのソロ的なフレーズがあるので、まずはミサさんにスポットが当たって、次に小本さんにスポットが当たり、ミンチョのソロ的なところでみんながお立ち台に乗って演奏する形になります。確か真ん中のお立ち台がミサさんだったような気がします。Get to the Top は Z ツアーでの空示版を書き込めたので、私的にはすでに定番曲のような安定感があります。その後一旦お立ち台から降りて、ミンチョだけが前に出てソロ的なフレーズを弾いているときに、小本さんとミサさんがあーちゃん前に行って、あーちゃんが変顔してたような気がします。最後は小本さんが真ん中で、みんながお立ち台に乗って曲終わりまで突っ走る感じになります。曲終わりでの大歓声の後、一旦静寂が訪れます。サイちゃんがステージに戻ってきて、ギターがジャーンって鳴らされて、サイちゃんがあれやっちゃっていいかーって叫びます。そうです。ここからはあれです。メドレーです。今回は心の準備ができていましたので、メドレーの構成をメモりながら楽しみました。ですので、できるだけ構成を再現してみたいと思います。まずはリアルイグジスタンスでスタートです。イントロから始まって、サイちゃんのかかってこいやーで会場は思いっきりのチャントで答えます。そのまま A メロが始まって、サイちゃんの歌に合わせて手拍子です。それで B メロで盛り上がっていって、1サビで最高潮となります。
1サビ終わりのところでアフターライフのイントロに切り替わります。会場はおいおいのちゃんとで答えます。イントロ終わりで A メロに行くのではなくて、ラスサビのコウタさんのシャウトの前のところからです。この曲のクライマックスの部分です。それでラスサビで盛り上がってアウトロでまたちゃんとです。曲終わりの感じのところにおーおーのコーラスが流れてきて、アローンのイントロのミンチョのリフが流れてきます。会場は続くイントロでちゃんとしようと身構えていたら、ラッサビスタートだったので一瞬反応が遅れてましたね。私もでした。それでサビ最後のところでシンガロングして、アウトロでちゃんとして曲終わりとなります。続けてはフリーダムのギターソロからです。ミンチョが真ん中のお立ち台でソロを弾いてくれます。会場もちゃんとで盛り上がります。それで続く B メロのところでは200ごとのちゃんとに切り替わって、ラスサビでみんな手を回したりタオル回したりして、アウトロでまたちゃんとで盛り上がります。それでその流れのまま、あーちゃんのドラムフィルとミサさんのベースソロからのミンチョのギターソロで大事につなげます。ギターソロはまたミンチョがお立ち台で弾いてくれていました。会場もちゃんとで盛り上がります。その後の B メロのところでまた200ごとのちゃんとです。それで C メロでは手拍子で盛り上がって気持ちよさそうに歌うサイちゃんを楽しみます。ラスサビは会場のみんなでシンガロングして最高に盛り上がります。最後はアウトロでちゃんとして曲終わりの締めのまま I Can Live Without You の一番盛り上がる落ちメロからスタートします。一番盛り上がるラスサビで会場も興奮マックスになります。アウトロでは思いっきりのちゃんとですね。それで続けてが You です。おー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 のシンガロングから始まって、サイちゃんのアガラカッションからのラスサビに入ります。アウトロではまた大声でのシンガロングでステージと会場は一体化します。メモにミサさんって書いてたのですが何か忘れてしまいました。曲終わりでザ・ノンフィクション・デイズのイントロが流れてきます。会場はまた大声でのチャントです。でも A メロに行くのではなくてブレイク後の落ち去りのところに入りました。私的に一番好きなところです。
会場も手拍子で盛り上がります。そのままラッサビをやってくれて、かっこいいアウトロまで続きます。最後の Don't find myself を2回繰り返すところがたまらなく好きです。曲終わりでサイちゃんと小鳩さんのランランラララランラランって歌声が響きます。マナーズです。ラッサビのところからスタートです。サイちゃんが真ん中のお立ち台に立って歌ってくれます。ラッサビから最後の C メロまでやってくれて、会場はのシンガロングも楽しみます。それでアウトロはほぼない感じで演奏を終えて、最後の最後の書き鳴らしが終わってメドレー終了です。多分結構再現できたと思います。しかし心の準備はしていたのですが、やっぱりものすごかったです。これをやろうと思いつくこともすごいですし、本当にやるというのもすごいですし、メドレーの構成を考えてそれを練習して演奏して歌えるってめちゃくちゃすごいことだと思います。心から尊敬しますし、感動しました。ここで最後の MC となります。サイちゃんのどうだお前らの叫びでスタートです。会場はものすごい大歓声となります。続けてサイちゃんが楽しんでいただけてるかなとか激アツだねとか言って会場からまた大歓声が上がります。それで近くにおられた超有名お名手様の彦さんがかっこよすぎるんですけどみたいに叫んだら、小鳩さんがありがとうぽーって返してくれてましたね。それであーちゃんのかかってこいこの野郎の話になって、ミンチョがただのヤンキーだよって言って会場爆笑となります。小鳩さんもメイドの目の字もないっぽねーとか言ってました。で、あーちゃんが絶対私じゃなくてミサだと思ってたとか言ってきます。アドリブだったんですね。それでなぜかもう一回やろうみたいになって、サイちゃんが次はマイクパフォーマンスでやろうって言って、あーちゃんが恥ずかしいとか言ってました。恥ずかしがるキャラではないような気がしましたが。それであーちゃんがお立ち台に立たされるんですが、なぜかミサさんがやりたいとか言い出します。で、会場はミーサーミーサーの大合唱になります。で、恒例のわちゃわちゃする感じになって、どうもあーちゃんがミサさんの足を踏んだみたいで、足踏んだーとかの声が上がって、さらにわちゃわちゃします。それでミサさんがお立ち台に乗るんですが、小鳩さんが会場にミサちゃんに何て言ってほしいっぽー、先着1名っぽーとか言ってきます。会場からはゴリンゴリンとかの声が上がってました。小鳩さんがミサちゃんの名言っぽねーみたいに受けてましたね。でもミサさんがもっとかっこいいのがいいって言ってきます。当然自分で言ったフレーズなのにみたいなツッコミが入ってました。それでまた会場に聞いてきたら、会場からなんか生ぬるいって声が上がって、小鳩さんだったかサイちゃんだったかが、それはかなめちゃんのだからみたいに言ったら、ミンチョが私じゃないよって否定してました。いやいやミンチョですよね。で、他にもいくつか上がったのですが、あーちゃんが来いよって言ったのが気に入ったようで、サイちゃんもシンプルでいいんじゃないみたいになって来いよで行くことになりました。ミンチョはドラムのところに座ってドラムを叩く準備してましたね。で、ミサさんがお立ち台の上で思いっきり来いよーって叫んで会場から大歓声が上がるのですが、ミサさんは恥ずかしくなってしまって床に倒れ込んでしまいます。で、確か小鳩さんが床と同化してるっぽーとか言って会場から笑いが起きてました。ちなみにミンチョのドラムもすごかったです。それであーちゃんが出てきて、恋よ選手権エントリーナンバー2とか言い出してお立ち台に乗ります。確かここで小鳩さんが変なツッコミを入れてたので怒られてましたね。で、あーちゃんが思いっきりのけぞりながら、来いよーって大迫力の声を出したので、他のメンバーも会場も大盛り上がりになります。サイちゃんが説明してくれたのですが、今のあーちゃんのを聞いて、ミサちゃんが悔しくなってきたって言ったとか言ってました。さっきの恥ずかしがってたのは何だったでしょうという感じです。ミサさんらしいです。それでミンチョがエントリーナンバー3ギターの要ですって言ってお立ち台に立ちます。それでこの勝負は盛り上がった人が一番で、優勝するとサイちゃんからのハグとほっぺにチューのご褒美がありますみたいに勝手に言って行くよーでみんなが待ち構えていると、キェーってめちゃくちゃ高音で超音波みたいな叫び声を上げます。本当に超音波です。すごかったです。
小言さんは機械が壊れたみたいぽーとか言ってましたし、さえちゃんも電波みたいだった、イヤモニ外しちゃったみたいに言って本当にびっくりしてました。いやいや、ミンチョやってくれます。それでこれで終わりかと思ったら、誰かがエントリーナンバー4いますとか言って、小言さんがいいぽーとか拒否しますが、まあそれは無理で、小言さんがお立ち台に立たされます。それでさえちゃんが小バトミクって感じで行くのか、ツアー回ってる時のお前絶対言うなよっていう時の感じで行くのかとか言ってきます。で、小言さんがかなめちゃんで言うとのぶとい方の感じっぽとか言ったので、会場から大歓声が上がってのぶとい声で行くしかない状況になります。それで小言さんは1回目もやったのにみたいに泣きそうになりますが、諦めてエントリーナンバー4ギターボーカルの小バトミクですっぽーって自己紹介したら、さえちゃんからのぶとい小バトミクでしょとか言われて、のぶとい鳩なのでのバトミクですっぽーとか言ってました。最近は子犬ミックとか小バトクルッポーミックとかいろいろ呼び名が出てきますが、また増えました。それで小バトさんが思いっきりのぶとい声で来いよーって叫んで会場は大歓声になりますが、小バトさんも恥ずかしくなってしゃがみ込んでました。この時はミサさんがドラムを叩くようにしてたみたいですが、のぶとい声にびっくりして叩くのを忘れたらしいです。で、ミンチョが優勝は誰ですかって聞いた時に会場から5番って声が上がって、さえちゃんもやるみたいな感じになりました。で、小鳩さんが来いよはさえちゃんいつも言ってるっぽーみたいに言ったら、会場から可愛くって声が上がって、それはダメみたいに却下されてました。でもミンチョが可愛く来いよっていうのは次の曲行く時のために撮っておこうよみたいに言うのですが、それも却下されて、最後はさえちゃんもエントリーナンバー5佐伯です、みんな来いよーって叫んで、会場大盛り上がりとなって、このコーナーは閉まりました。で、まだミンチョがなんか続けようとするのですが、小鳩さんがまだ大事な話何にもしてないっぽーとか言って焦り出します。それでここまで多分想定以上の時間を使ってしまっていたと思われるため、バタバタとグッズの説明をする形になってしまいます。事務所に怒られるんじゃないかといらん心配してしまいましたが、今はメイディットなので大丈夫かとも思いました。あーちゃん、みんちょ、みささんは終わったねって感じで相変わらず後ろで遊び出しました。それで小鳩さんが洋服屋さんのようにいっぱいありますっぽねとか言ったら、さえちゃんからそういうこと言うなって怒られてましたね。で、さえちゃんがバタバタとバンドメイドダイナーのスピンオフロンティーがありますとか、バンドメイド大学 T シャツとか、ブルーローズ T シャツの話をしてくれます。ブルーローズ T シャツについては、以前出したローズ T は白地に赤なので小鳩さんのイメージで、今回は黒地に青なので私の青という説明をしてくれました。で、その他もろもろですみたいに雑に終わりかけましたが、かろうじてくじの話を小鳩さんがつないでました。今回は上りのキーホルダーが出たということで、会場に当たった人いるっぽーって聞いてきて、私も含めかなりの人の手が上がってました。それでお給仕の話になって、さえちゃんが5月10日のメイドの日からツアー開始になりますみたいに言って、会場からは歓声が上がります。確かさえちゃん間違えて、バンドメイドツアー2026って言ってたような気がしますが、まあ小さいことなので気にしないです。それで小鳩さんが5月10日のお給仕に当選した人って会場に聞いたら、結構手が上がってました。X では落選祭りみたいになっていたので、本当かと思いましたね。で、さえちゃんがツアー第2弾もあるよって言ってきて、会場が盛り上がります。この日に発表されたやつですね。あと、それでもまだ言えないこともあるみたいに言ってたので、海外ツアー調整中なのかなと思いました。それで今回の番外編の話になって、さえちゃんが瀬戸りどうよとか言ってくるので、当然会場は大歓声で答えます。で、前回のネタバレ厳禁の話になって、さえちゃんが約束守れるんだねとか、本当に言わないから感動しちゃったとか言って感心してましたね。あと、なんか生ぬるいは禁止してなかったので、みんなつぶやいてたという話から、小鳩さんが混乱が広がってたっぽねみたいなことも言ってました。確かにそうなってたと思います。それで今回のハッシュタグは、来いよとこの野郎にしようとなりました。確かここであーちゃんが元ヤンとか言ってたと思いますが、本当かなと思いましたね。さえちゃんならそうかなって思うのですが、やってっかします。それでさえちゃんのそろそろ行くかで、このまた内容盛りだくさんだった MC は閉まりました。みんなが配置について、さえちゃんのラストスパートいけるかーの雄たけびで大歓声となって最終セクションに入ります。ラストスパート最初となる25曲目は Secret My Lips です。心の準備ができていますので、大好きなこの曲の重厚なイントロから堪能します。B メロで手拍子で盛り上がって、サビを楽しんで、感想でちゃんとで盛り上がります。2メロの冒頭でブレイクが入る感じの演出が私的にお気に入りで、ギターソロに入る前のところの変拍子みたいになるところも大好物です。
それでギターソロ後の C メロの時のミサさんのベースラインは珠玉です。ミサさんのベースを弾く姿を思いっきり見ながら楽しみました。それでラスサビで会場を手を挙げて盛り上がる景色を見ながら、最後 B メロの小畑さんとサイちゃんのコーラスを堪能して曲終わりとなります。曲終わりの大歓声と拍手の中、次に始まった26曲目はヘイトです。イントロで会場は思いっきりちゃんとで盛り上がります。ラストスパートの構成はここまで Day1 と同じですね。最初からミンチョが上手のお立ち台で演奏してくれていました。ヘイトのリフを弾くミンチョってなんかすごくかっこいいんですよね。それで確かミサさんも下手のお立ち台で演奏してくれてたように思います。飛車角みたいでかっこよかったです。2メロになってサイちゃんが真ん中のお立ち台で歌うのを会場は全力の手拍子で答えます。この時には小畑さんも前に出てきてギターを弾いていたので、全員がステージの前にいる感じになってたと思います。上から見てるとサイちゃん前のあたりのご主人様お嬢様のノリがものすごくて、ちょっとカオスな感じになってました。2メロ終わりでまずミサさんが下手のお立ち台でスポットライトを浴びながらのベースソロです。続けてミンチョがミサさんのそばに寄ってきてギターソロになります。会場は全力のチャントで盛り上がります。それで C メロ最後の小畑さんのシャウトを堪能して、ラスサビで盛り上がってアウトロでシンガロングして曲終わりで大歓声です。27曲目はシャンブルズが来ると待ち構えていたら、なんとインフルエンサーです。これも私的トップ10の曲です。めちゃくちゃ嬉しいです。もう体が自然に動いてしまいます。サビの時の小畑さんのうららららのところを会場シンガロングしてましたね。2サビ前のサイちゃんのウインバエミツーザトーのところでは、私も含めてみんなが人差し指を上に上げて盛り上がってました。それでやっぱりサビはみんな手を挙げて盛り上がって、ラップパートナーとミサさんのベースソロで大歓声です。その後のミンチのギターソロではちゃんとになってました。確かこの時だったかですが、サイちゃんが腕をフリフリする可愛いダンスしてたと思います。それで最後はサイちゃんと小畑さんのロングトーンとアーチャーのカムフレーズを堪能して曲終わりです。最近のジャッジャッジャーンと締めっていうめちゃかっこいい終わり方でした。興奮冷めやらない感じの会場に28曲目として聞こえてきたイントロは前回と同じくノーゴートでした。みんなステージの前に出てきて、特にサイちゃんがお立ち台から思いっきり煽ってくるので、会場は大声でのチャントとジャンプで答えます。会場の後方の壇上から見るノーゴートは圧巻です。パンパンのフロアのみんなが手を挙げながらジャンプしています。その前のステージではメイドさんたちが本当に楽しそうに演奏して歌っています。最高です。ミンチは最初から上手の立ち台で演奏してくれてますし、本当に楽しそうにギター弾いてました。サビでのシンガロングも会場からめちゃくちゃ大声出ていて圧巻でした。途中でミンチョが下手に移動してきて、お嬢様エリアに向けて満面の笑みでギターかき鳴らしてくれます。最後はミサさんも小畑さんも前に出てきて、4人がステージギリギリのところで演奏する形になって、後ろで笑顔でものすごいドラムを叩くアーチャーも見ながら思いっきりノーゴットを楽しみます。ミサさんのベースソロのところが手拍子で盛り上がって、1メロからラスサビでヘドバンしながら、また全力のシンガロングで最後のアウトロでちゃんとしながらのジャンプで曲終わりとなります。吹き鳴らしの中、サイちゃんのありがとうみんな、次がラストだーの叫びです。一瞬静寂が訪れた会場に、サイちゃんプロデュース番外編を球児2公演の大トリを飾る29曲目となる曲はやっぱりフォービドンテールでした。ミンチョの綺麗なアルペジオとサイちゃんのボーカルから始まります。もう胸がいっぱいになる感じでした。サイちゃんの綺麗な歌声を A メロ B メロからサビまで堪能して、感想のところでは最後なので会場はさらに全力でのチャントで盛り上がります。2メロの複雑な構成から2サビで手を振り上げて、2サビ終わりのところで会場からリアル大歓声が上がります。本当にお給仕でのフォービドンテールはステージのバメさんたちと会場が一緒に楽しんでいるような感じになれて、軽いトランス状態みたいになります。ラスサビからアウトロまでの流れも最高ですし、アウトロでは会場は最後の力で全力のチャントでこの素晴らしい曲をかみしめます。曲終わりでサイちゃんのありがとうをもらって、最後のかき鳴らしで会場盛り上がりすぎて何て言ったかあまり分かりませんでしたが、多分サイちゃんがバンドメイドでした楽しかったよみたいな叫びを上げて、かき鳴らしが終わって、最後の最後、小畑さんのまたのお越しをお待ちしてるっぽー、バンドメイドでしたっぽー、バイバイ来るっぽーで2回公演となったサイちゃんプロデュースの番外編球児は完結しました。会場からは私も含めて本当に本心からのありがとうの叫びが飛び交います。小畑さんが最後までピックを投げてくれてまして、最後小畑さんがはけるときは会場から大歓声が上がってました。サイちゃんプロデュースの番外編お給仕が 2days あるってこういうことだったんですね。1回のお給仕ではサイちゃんのやりたいことを楽しませたいことって入りきらなかったということなんでしょう。
ご主人様お嬢様を楽しませるため、かつ自分たちも楽しむためにありったけのアイデアと能力と奉仕の精神を発揮して全力で楽しませてくれたわけです。さえちゃんのこんなわがままだったら大歓迎です。本当にすごいし素晴らしいと思いました。さえちゃんのいつものポストは、番外編を球児私プロデュースやりきってやったぞ、どうだ来てくれた皆様ありがとう、めっちゃ楽しかった、谷川さん私の夢を叶えてくれてありがとうございました、幸せでした、ラブです。さあ、ハッシュタグバンドメイドで感想を待ってますでしたね。この2公演ともさいちゃんが本当に楽しそうで嬉しそうだったので、こっちも楽しく嬉しくなりました。しかしこの 2days は本当に歴史に残したい、楽しくて嬉しくて感動して驚いて最高のお給仕でした。2025年こんなに素晴らしいスタートダッシュを切ってくれたメイドさんたち、本当に今年も期待感でいっぱいになります。次回の私のお給仕帰宅はビルボードライブ大阪セカンドでのアコースティックお給仕です。これももう楽しみすぎてワクワクが止まりません。メイドさんたちのおかげで本当にまた充実した1年を送れそうです。感謝です。日々の仕事にも力が入ります。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。